こんにちは、タビエルです。本日は港や旅館に泊まってきた時のお話をします。場所は長野県の下諏訪温泉。港や旅館を味わうためにはですね、この宿がどんな場所にあるか、どんな時代をくぐってきたかというのを知っておきたいところなんですよ。下諏訪宿と呼ばれた宿場町の面影をほんのり残す下諏訪は諏訪湖の近くにありまして、諏訪大社の下社秋宮の門前町として栄えた町です。ここで諏訪大社はいいけど、その後の下社秋宮って何なのさってことですが、これは後でお話しします。まずは諏訪湖を見渡すならここがいいよと教えてもらった立石公園へ行ってみることにしました。大ヒットアニメ映画君の名はの聖地らしく、名シーンの一つがここがモデルじゃないかと言われているわけですが、監督の新海誠さんは長野県出身だそうなので十分に考えられる話です。今日泊まる港や旅館は岡本太郎氏が大好きだったお宿なんですが、同じく太郎氏が大好きだった御柱祭りの木落しが行われる場所に来ました。日本三大奇祭の一つと言われる御柱祭りですが、僕も御柱祭りのことを知ってるわけではないので、御柱祭りのサイトから引用しましょう。御柱祭りとは法殿の作り替え、そして御柱を運び山から引き境内に建てる一連の神事を指します。御柱とされるのは樹齢150年17メートルを優に超える選ばれた16本のもみの大木だけ。それを人の手で里に引き出し、7年ごとの虎と猿の年に諏訪大社の社殿の四隅に建てます。なるほど。ということは柱を坂の上から引き落とすのが目的ではなくて、切り落とした大木を諏訪大社の四宮に運ぶ途中に坂があったので引き落としたというわけなんですね。驚きなのが、これを平安の初期からやっていたそうで、そういう記録が残っているそうです。大木を引き落とす時に氏子の若者たちが群がって大木に乗っかるっていうんですよ。で、落下の反動で放り出されて毎回負傷者続出っていうんですから、さすが日本三大奇祭です。それでその奥を見ますと、中山道という看板があったんです。実際は道としては機能していないので、中山道跡といったところです。昔の人はこういう道を歩いていたんですね。険しい峠を越えてやっと宿場町が見えた時の、おー着いたよ、やっと下諏訪だよ、温泉で休もうという気持ちがちょっと感じられました。万事の石仏を見に参ります。この石仏を見た太郎さんは、世界中歩いているがこんなに面白いものは見たことがないと言ったそうです。こんな言い伝えがあるそうです。諏訪のお殿様が諏訪大社に大鳥居を奉納しようとした時のこと。つまりそういう命令を出したんでしょうね。それを受けて石工がこの地にあった大きな石を使おうとのみを打ち込んだところ、血が流れ出たんだそうです。で、驚いた石工はこの不思議な石に阿弥陀様を刻み、この石仏が出来上がったと伝えられています。建立が万事3年なので、万事の石仏と呼ばれるようになったそうです。万事は年号なんですね。島温泉は4万の病を治してくれるっていうから、こちらも万単位で治してくれるのかと思ったけど、そういうことではないようです。もし今 Google マップがありましたら、諏訪神社って入れてみてください。お近くの諏訪神社が地図上にドワーッと出てくると思いますが、ざっくり言いますと、その神社の源流というのがこの諏訪大社です。このトップオブ神社である諏訪大社っていうのは、諏訪湖の周辺に4カ所のお宮を持つ神社です。ですから諏訪大社で待ち合わせしようなんて約束しても、出会える確率は4分の1なのでお気をつけくださいね。もちろんそれぞれのお宮さんには名前がついています。そしてそのうちの下社秋宮の近くに港や旅館があるというわけです。諏訪大社は信濃の国の一宮なんですけども、これは神社の序列を意味しているようですね。国司といって中央政府から派遣された役人はまずその土地の神社に挨拶に行ったんですって。その順番から一宮二宮とついたそうなんです。ですから諏訪大社は信濃の国に派遣された国司がいの一番に挨拶に行く神社ということなのでしょう。さらにここは国内の最も古い神社の一つだそうです。ではこの大社にどのような神様が祀られているかというと、それが竹見中田の神、五穀豊穣を祈る神、そして武勇の神。分かりやすいように俗物的な言い方をお許しください。お父さんは大国主の神。神話の世界で出雲の国を拠点に日本という国を作ったとされる神です。後に天照の大神が地上の国の統治権を譲りなさいという要求をしてきたんです。いわゆる
国譲りですね。これに対し血気盛んな息子の武見中田の神は力ずくで抵抗しようとしたけども力及ばずで諏訪の地方まで追われてここに拠点を構えたというストーリーのようです。僕自身神話って何だろうと思ってた時に小名木善光さんが武田邦彦さんのチャンネルで話している動画に出会ったのです。この話を聞くと神話がいかに奥深いかが分かりますよ。宿場街道資料館というところに立ち寄ってみました。江戸時代の商家の作りだそうです。綿の湯復元模型というのがありました。これは興味深いです。こういうのがあったなんて。この模型は古い文献をもとに作られたそうですが、おそらくこれが1800年頃の様子だろうということです。身分の高い人は内湯を、町人たちや普通の旅人もそうだと思いますが、野外の風呂に屋根だけがある今でいう半露天風呂に入る決まりだったと説明がありました。それがこの模型の今見えている箇所のようです。露天風呂は庶民の特権だったんですね。この綿の湯は1987年に老朽化のために閉鎖と聞きました。ということは姿形は変わっていたとしてもそれまでは残っていたんですね。これ絶対なくしてはいけないものだったと思いますよ。永六輔さんは地元の人々と一緒になって復活運動をされていたようです。まもなく港屋旅館です。この地はすごいところなんですよ。ちょっと頭の中に地図を描いてほしいんですが、江戸を出発した旅人が高崎や軽井沢、下諏訪を通り京都まで行ける中山道、これが北ルート。同じく江戸を出発した旅人が八王子や甲府を通って下諏訪まで歩く甲州街道、これが南ルート。それらが港屋旅館の目の前で出会ってしまうんです。両方から来た旅人が流れ込むこの下諏訪の地はやっぱり相当にぎわったんだろうなって気がします。右甲州街道、そして左中山道とあります。つまり今目の前に見えているのが甲州街道、そして背中側が中山道ということですね。温泉が流れています。下諏訪は温泉のイメージはそれほど強くはなかったんですけども、訪れてみると地元の人でにぎわう小さな共同浴場をあちこちで見かけます。ここが宿場町だった頃、長い旅路を歩いてきた旅人にとってこの温泉がどれほどありがたかったことでしょう。ではお宿に入りましょう。ここは岡本太郎さんが御柱の時にノリノリで写真に写ってたところですね。この建物はなんと古民家再生の第一人者栗畑博信さんが手掛けているそうです。松本民芸家具の椅子がいい感じです。奥にはいきなり岡本太郎さんの作品。鈍い光を反射させている縦横の木と漆喰の壁の民芸調の宿。お部屋は2階です。左側に3室、右側に2室あると思われますが、実質左側の3室のみが稼働しているんじゃないかなと思います。何しろ平日は1組貸し切り。実は今日僕一人で全館貸し切り状態になっています。休前日も3室までの受け入れです。以前にはですね、この戸に鍵というか錠がなかったと思うんです。はい、お部屋に鍵を閉められなかったんです。まさに昔の旅籠状態ですね。さすがに今は鍵がついていました。特に何かがあるわけではない素朴な8畳の和室です。庭側のお部屋で中庭を見下ろせるようになっています。
多分この方角が諏訪大社下社秋宮なんじゃないでしょうか。多少職員さん職員さんねそれなりに使ってください。若おかみさんが抹茶を立てて持ってきてくれました。ここでしばしおしゃべり。何しろ旅籠の時代から建物の作りはほとんど変わっていないので、トイレは部屋にありません。ただ戸を開ければすぐそこだし、いずれにしても平日は貸し切りで他のお客さんもいないから、トイレまで含めて自分の部屋みたいな感覚です。懐かしいタイルの風情。古い建物ではありますが、水回りはちゃんと手が入っていて清潔感は保たれています。ではお風呂へ参りましょう。こののれんからお風呂がちらっと見えるといつもワクワクします。まだ露天風呂が珍しい時代に庭の片隅に作ったのがこの庭風呂だそうです。そして注がれるお湯は1000年の歴史を持つという綿の湯の源泉です。ちなみにこの源泉の命名は小林秀吉。ハッとするほど美しいお湯。そこに敷き詰められた白い玉砂利が印象的。お湯はお肌に優しそうな滑らかな肌触り。お湯に浸かりながらぼんやり日本庭園を眺める。にやけてしまうほどいい気分です。このお風呂ですが、できた当初は玉砂利はなかったけども、ある事件がきっかけで玉砂利が入れられたそうです。ホームページから引用します。初入りの岡本太郎さんが入浴中に底のすのこが浮き上がり、太郎さんは溺れたような姿で大声を上げました。この欠陥を指摘して、縄文時代の温泉ならそこは石だと、その一言によってこのお風呂は石を敷き詰めるようになりました。太郎さんはその後欠かさずこのお風呂を楽しみに来られました。さて、夕食の時間となりました。一言で言って今や港や旅館でしか食べられないと言ってもいいような貴重な食べ物が並びます。岡本太郎さんたちが来ていた頃とほぼ変わりない料理だそうです。ちなみに山野草は保存食が中心で、春夏秋冬いつ来てもあまり変わりないと思われます。取れたての山菜が食べられるわけではありませんが、代わりに信州に根付いた食文化や化学調味料に頼らない日本伝統の発酵食品を知れる料理であります。食前酒は黄色っぽいのがマタタビ酒で、赤い方がですね、コンマラハジキというちょっと聞き慣れない名前の木の実から作られるそうです。これがですね、甘酸っぱくてなかなかフルーティーで、美味しかったです。もちろん多分どっちも自家製だと思います。下戸には食前酒が美味しいっていうのは大変ありがたいんですね。こごみですね。去年の春に採れたものだそうです。塩漬けにして一年中食べられるようにしている保存食ですね。塩漬けになってるんですけども、なぜか取れたばっかりみたいにシャキシャキしていました。美味しかったです。ワカサギの南蛮漬けは揚げてあるのでサクサクとした歯触り。噛んでいると酸味が和らいできてほろ苦い香ばしさが広がりました。
諏訪湖のワカサギは味が濃いので本当はそれで料理したいんだけども希少品でなかなか手に入らないと嘆いていました。きのこおろしはなめこと大根おろしを和えたもの。信州の特に坂町というところが有名なネズミ大根というものだそうです。この大根はですね、辛みは強いんですけども、ただ辛いだけじゃなくて旨味のある辛さなんですよね。タブナという読み方で合ってますでしょうか。タブナの甘露煮、これは柵で採れた船らしいですが、本当は諏訪湖の船を出したかったそうです。イナゴザザムシ蜂の子の佃煮。イナゴはサクッとした食感が軽やかで、味はほぼあまり濃くない佃煮の味。僕ですね、うん十年生きてきて初めて知ったんですけども、イナゴは稲しか食べないそうなんです。それでイナゴっていう名前なのか。蜂の子とザザムシはですね、結構味が似てるような気がしまして、どちらもナッツみたいな味です。ザザムシは水がきれいな清流じゃないと育たないらしくて、今はもう取れる数が激減しちゃってるそうです。これは水飲みですね、きっと。そして、きれいな色した川エビ。これも甘みがあって、美味しかったですね。アザミの菊の部分の塩漬けですね。食感はシャキシャキとしてて、ごま油が少しかかっているようで、結構これ好みでした。馬刺しは赤身中心で、臭みをほとんど感じない上質なものでした。ニンニクで臭みを消す必要がないということでしょうか。ここはおろし生姜一本勝負。口に入れた瞬間はおやって思うほど淡白に感じますが、ゆっくり噛んでいるとだんだん旨味がにじみ出てきます。桜鍋とは馬肉のすき焼きです。下仁田ネギが敷いてあって、馬肉、そして味噌ベースのタレ。お肉は先ほどの馬刺しと同じ肉というから生で食べられるぐらい新鮮なものです。下仁田ネギがねっとり甘く、味噌だれもリンゴでもあえてあるんかなって思うようなフルーティーな甘みのある味噌だれでした。それでこれでご飯を食べるとめちゃめちゃ美味しく感じるんでした。寝る前にまた一風呂。周囲は静けさに包まれています。おやすみなさい。おはようございます。目覚めの一風呂。平日は貸し切りなので気が向いた時にいつでも入れます。これは贅沢です。朝食は昨晩と一緒の場所ですが、庭が見える側にしてくださっていました。まず最初に手をつけるのが氷柿。柿のシャーベットですね。これ渋みを抜いてから凍らせるだけのものだそうで、それ以上は何も手を加えていないそうなんです。これが僕らの口に入る頃には程よく溶けていて、一噛みするといい具合にとろけます。そしてこれ本当に砂糖を加えてないと疑いたくなるぐらい甘みがあります。風呂上がりだったり夏の朝、目覚めの一口をいただくとこれがまたたまらんうまさなんです。ワカサギですが、昨晩と違って酢は使わない甘露煮です。じんわり染みてくる味です。冷蔵庫はない、流通も発達していなかった時代に、信州の人々がどうやって野菜や山菜を保存して一年中食べれるようにしてきたかがわかる料理です。そして締めくくりはそば雑炊。生地だしのそば雑炊だそうです。この生地でだしを取った汁が絶品なんですよ。三つ葉の風味をアクセントに、そばの実がさらさらと起き抜けの胃袋に流し込まれる快楽。江戸の中頃、ここは宿場町。この港屋は吉宿だったそうです。旅籠と吉宿はどう違うんだろうと思い、ちょっと検索したところ、旅籠は夕食と朝食を出す宿で、吉宿の方は
旅人が米を持参し、薪代を払って自分で米を炊く宿屋を指すようです。吉というのは薪代だったんですね。今ではほとんど見かけなくなりましたが、湯治場の自炊所へ行くとコイン式のガスコンロがあって、10円玉を入れると何分かガスコンロが使えるというあのお金の元祖ではないですか。ちなみに岩手の鉛温泉にある富士山旅館の自炊部にはまだ10円ガスがあるらしいですよ。時代は下がって今は引退されたご主人と大神さんの時代にかなり思い切った改装を行ったそうなんです。目玉は庭の露天風呂。そもそも昔はほとんどの温泉場では宿まで温泉が引かれてなくて、温泉といえば街の真ん中にある共同浴場、お客の方がそこへ出かけていく。いや、温泉が街の真ん中というのは話が逆でして、共同湯を取り囲むように宿屋が建てられていったから、その結果共同湯が街の中心になったということらしいです。話を戻しますと、そんな時代に宿に温泉が引いてあって、しかも露天風呂だったっていうからかなり斬新な宿だったのでしょう。そもそも露天風呂っていう言葉がなかった時代、いわゆるお役所仕事っていうんでしょうかね。保健所が風呂場に窓がないのはよろしくない、窓をつけなさいと指導に来るという吸ったもんだがあったそうです。大掛かりな改装には当然それなりの費用がかかったのでしょう。ご主人さんおかみさんはがむしゃらに働いたそうです。そしていつしか大人気のお宿に。どれくらいかというと数年先まで満室で予約が取れない状態の時もあったそうです。これは僕の想像ですが、当時の日本では一番予約の取れない宿だったんじゃないでしょうかね。さらにこの宿を愛した人たちがまあすごい。岡本太郎さん、白洲二郎雅子夫妻、小林秀夫さん、新田次郎さん、小沢昭一さん、A六輔さんと挙げてみるも言葉通りキリがありません。そして今、港屋旅館は嵐が過ぎ去った後のような穏やかな風が漂っていました。雨は止んで少し日が照ってきました。部屋から見下ろす梅の木は昨日より少し膨らんで紅を帯びてきたように見えます。